出た出た出た、うわー出た、あ出た出た出た来た、あ出た出た出た、うわーやったー、やりました。保管するとこないんですよね。はい、とりあえずね、無事29キロのキハダマグロさばき終わりました。でやっぱりね、鈴豊さんのご主人が言ってるように、50キロ超えないと脂が乗っている個体は少ないってことだったんで、揚げてみたらやっぱりね、さばいてみたらやっぱり赤身でしたね。できたらあれだな、50キロオーバー釣りたいな。よいしょ。ありがとうございました。ランニングしてくれて、さばいてきました。解体してきました。大変でした。今も地合いだと思うんで、はい、頑張ってください。よし、もっぺん行こうかな。こんなチャンス多分一生にないからな。もっぺん行きましょう。大丈夫です。ライン持ってきてるんで。マジで？じゃあこのランナー薬師場の方、今日取った方を使ってください。こっちちょっと弱いんですよ。じゃあ俺がマグロプレゼントしますって。僕はこれでもっぺん釣ります。あ、もう取ったんですか今日？はい、29キロでした。ドンピシャですね。見立てが。あ、いいんですか？隣に投げさせてもらいます。29キロね釣れたんですけど、こんなチャンスも多分二度とないと思うんで、もうちょっとねサイズアップ狙って頑張ります。ちょっとクリア系のポッパーどうなのか試してみよう。色はあんまり関係ないのか、あるのか。やっぱキハダマグロは音に反応するみたいで、みんなポッパー投げてらっしゃいますね。さばきました。もう解体してきました。でやっぱ赤身だったんで味はそんなにっていう感じかなっていう。あ、そうなんですか。あ、そうやる、もうでもブロックにしちゃいました。真空みたいにして、で冷蔵庫ですか。あ、本当ですか。赤身でも美味しいですか。あ、じゃあヤフは無理です。多分僕の実力じゃ多分無理なんで、手伝ってもらえてありがたいって感じです。一人でできるもんですか。一匹取ったんだからいいんじゃね、自分でやってみるっていうの。ああ、確かに。次は自分でやってみようかな。自分でやってみようかな。はい。そうそう2度目3度目はないよ。ちょっといろいろ試してみよう。1匹釣ったし。グッドベイト、これね視聴者さんからもらったルアーなんですよね。これねポッパー的にも使えるし、こうスイングアクションもできる割とね面白いルアーなんですよ。これ使ってみます。あんまり飛ばないのがあれだな、難点かも。結構ポッパー的な使い方できるな。なんか下で跳ねてる。サバかな。うわっ、でかっ。なんじゃありゃ。いや頑張ります。さっきエナジードリンク飲んだんで大丈夫です。
なんでここに寄るんでしょうね。これがね、謎なの。新島じゃ釣れないっていうからな、そんなに。それでもやってる人はいないのかな。新島釣れないって言ってましたよ。通ってる人もいるけど。いやー、もう一生分のマグロ釣っとこう。いや、こんな経験もう絶対一緒ないもんな。3動画ぐらいに分けて。あ、出た出た。え、乗ってる？やば。乗ってるわ。いや、こんな経験もう絶対一緒ないもんな。3動画ぐらいに分けて。あ、出た。え、乗ってる？やば。乗ってるわ。乗ってたわ。こっちに泳いできてるわ。おっしゃ、来たぞ。これはやばいかも。大丈夫。いける。あかんぞ。止まってくれ。自分で一回やってみたい。止まってくれ。今のうちに巻かないと。走られたらラインがなくなってしまうかもしれん。まずい。あかん。ラインがなくなる。これさっきとは団地だ。まあタックルが違うからな。なんとも言えないけど、さっきよりでかい気がする。確かにこれ一人でやりきるのしんどいかも。変わってくれっていう気持ちがわかる。全然寄らん。これ取れるかね、頑張ります。これは30分かかります。本当に言ってるんですか？向こう行った方がいいかな。よいしょ。1日で2本マグロを釣る経験なんて多分二度とないわ。これが最後な気がする。まずい。こうやってると多分回復しちゃうんだよな。早めに空気を吸わした方がいいのか、ゆっくり時間をかけた方がいいのか。始まった。まだ大丈夫。今沖に走ってます。次あっちだ。てるよ。もうちょっとだよ。こっちに来て。どんどん角がやばいからさ。角いっちゃって。ちょっと辛いけど。でかい。でかい。
なんだあれ、潜水艦みたいな見えたんだけど、腕が限界。負けるか。負けるか。これ上がんのか。こっからが長い。向こう行かないとまずいか。これギンバルないとやられますね。ギンバル持ってきてよかった。こっちが体力回復していると向こうも体力回復しちゃうからな。寄せないと。寄らない。腕がやばいです。ちょっと見えてきた。こっち向け。あかん。反撃じゃ。まだ行く、まだ行く。これは変わってもらいたくなるな、確かに。上がんないもん。もう水面まで来たら勝負かけるしかない、次は。はい。上がらない。そこに張り付いたエイみたいだ。ここまでやって取れないんだからかかりはいいはずだ。上がらん。違うか。そうやろ。さっきとはレベルが違う。5キロぐらいあるんだ。ギンバルが外れる。撮影してもらってごめんなさい。絶対取るぞ。絶対取るぞ。うけー。浮いてくれー。
耐えるのが精一杯だ。上がらん。ここまで来てるのに。よっしゃ、来た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 。うけー、うけー。よっしゃ、見えてきた。見えた。なんか尻尾にかかってるのか。尻尾にかかってる。てか多分一回外れたんじゃないかなこれ。最初口にかかってたと思うんですよ、さっきまでは。危ないなこれ。これ怖いですね。いや、なんか沈んでいく。なんかもう力尽きてる感じがするんですけど。あ、まだ生きてるわ。尻尾だからどうしたらいいかな。なんかすごい弱ってますね。なんでこんな弱ったんだろう急に。あれかな、後ろから引っ張ると弱るのかな。もう窒息しちゃった系かな。よっしゃ、ありがとうございます。うわ、いや、もう一本あった方がいい。でかい。口でいいのね。エラがいいんだよ、エラが。いいとこにかかってる。うまい。せーの。待って。せーの。よいしょ。せーの。よいしょ。せーの。よいしょ。おっしゃー。よっしゃ。上がった。大きい。あ、いいね。もう一でかいんじゃないこれ。尻尾にね絡んだんです。多分一回外れて尻尾になんか糸巻いてます。運がいいね。なんか一回外れた感覚があったんですよ、ポロンって。おめでとうございます。ありがとうございます。やったね。さあもう一本いくよ。無理です。もう限界です。お疲れ。足下がって長靴をして。ちょっとね、周りにいた皆さんに手伝ってもらって膝の上に乗せました。一回これやってみたかったんですよ。どうですかこれ。やりましたよ。リベンジ成功です。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ほら、サイズ感はこんな感じです。やばいな。一回ね、こういう巨大魚釣って一緒にこう寝てみたかったんですよね。夢が叶いました。すげえな。ちょっとね、よく観察してみましょう。これね、歯がね結構ヤスリ状になってて鋭いんですよ。ほら。で、目はね500円玉より全然大きいですね。すげえ。で、キハダマグロっていうぐらいだから全身ねこうちょっと黄色みがかってますね。このでかいやつは特にこの何ですか、フィンというかヒレがかっこいいですよね。ほら、長いヒレでね、上がってきた時尻尾にですねこうラインが 2,3 回転くるくるっと、これ巻き直したんですけど再現でくるくるっと巻かれてて、でここに傷入ってるの分かりますかね。ここにねなんか針がこうかかってたみたいな状態で上がってきたんですよ。で途中ファイトしてる時に口にかかってたんで、多分ねこう走られた時にこうラインがですねこう尻尾にこうバタバタってやってる時に絡んで、で尻尾の方に絡んでしまって運よくそのまま上がってきたっていう感じだと思います。でなんか面白いなと思ったのが、多分こう尻尾側から後ろに引っ張ると魚って呼吸できないんですかね。なんか急に弱ったんですよね、その状態になってから。なんかあとは棒みたいにこうふわーっと上がってきましたね。いやーすごい。
りがとうございます。よいしょ。上がらん。ありがとうございます。すごい。予想は58。60かけるぐらいですか。58だと思う。はい、計量します。この板が、7キロですね。で、ここにマグロ乗せて測ってみます。58。そんなもん70じゃないんじゃない？ほら、こんなもんでしょ。あ、62、1、2か。本当だ。7キロだったから、60、今6だから、超えてるぐらいだから、ドンピシャ58じゃないんですか。66-7は59。59。66-7ですよね。59。59、やっぱそんなもんだもんね。合ってますよね、これ。合ってなかったらめっちゃバカだと思う。これ、血抜きもちゃんとしたんですよ。神経締めもしてもらって、すごい慣れてた人がいて。完璧な状態です。よかったよかった。そしたら、どうするの？はい。宿のご主人が気を利かしてお魚をさばかしてくれる場所を提供してくれました。これからね、魚、マグロさばこうと思います。でね、サイズなんですけど154センチ154センチ5センチってところですね。いや、すごい。まずは頭を落とそうか。うわ、さっきのとはレベルが違うわ。ちょっとまずは頭を落とします。うわ、包丁油でギトギト。すげえ。これひっくり返せるかな。よっよっ、いけるいける。まず頭を落とすところからだな。よっしゃ。頭外した。よいしょ。見てください、この頭だけでこの重さ。頭だけで多分軽く10キロはないかな。10キロぐらいあるんじゃないかな。とにかくめちゃくちゃ重いです。誰かにお願いしちゃえば確かに楽なんですけど、マグロをさばく機会なんて多分人生で1回だけだと思うから、そんなないと思うんで、なんとしてもね、自分でさばきたかったんですよ。ここで一旦切っちゃおうか。こんな感じで真ん中に切れ込みを入れて、こうちょっとずつブロックにして解体していかないと無理ですね。見て、ほら、すごいさっきの魚とは違って脂が乗ってるんですよ。すごくわかりますかね、このギトギトしてんの。ちょっとピンクがかかってて、これはね、極上ですよ、絶対。この骨と骨の間の身、これ中落ちっていうんですかね、これも取っときましょう。ここ美味しい部位ですからね。見てください、ここスプーンでねそぎ取ったらこんなに綺麗に取れるんですよ。ちょっとね気持ちいいぐらい。ここは切ったらあかんかったか。はい、両面ともねさばき終わりました。あんまり上手にできなかったかもしれないですけど、なるべくこの身はね削いでムラのないようにできたと思います。でどれぐらいの量になったかっていうと、これでね約半分ですね。これ釜は一つ、釜だけでこんなんなんですよ。でかい。これで半身です。半身分です。でここ一時的に、冷凍庫なんですけど、冷凍庫にね、凍らない程度に冷やして入れてあります。やっと終わった。1時間半2時間ぐらいかかっちゃったかもな。
はい、マグロをですね、さばき終わって、お風呂に入って、なんかいろんなことをしてたらですね、今時刻が3時になりました。さすがにね、疲れたんで、今日は寝ます。なんだってね、一昨日まで男女群島で背泊まりしてましたからね。疲労困憊です、さすがに。はい、改めて見ますとね、こちらが29キロの個体の背中側の身です。やっぱりね、あんまり脂がなくて赤身っぽい感じです。で、こっちがね、59キロの個体。やっぱね、見るからにこうテカッとしてて、やっぱこう身がピンクがかってて脂がありそうに見えますね。で、実際触るとね、ギトッとします。で、これがね、59キロのカマですね。ほら、もうトロの色してるでしょ。全然脂の乗りが違うんですよ。はい、たくさんの身はね、まず実家とか、あとは相棒のご両親とか、あと旅でお世話になったね、方とかに送ったりしようと思ってます。こうやってね、空気を抜いて真空にして送ります。ストローとかね、ホースが便利ですね。釜はね、よくバーベキューしてた加計呂麻島で無人島を連れてってもらった方にね、送ろうと思います。バーベキューで焼いて食べてもらおう。こっちは大阪。よし、OK。式根島からですね、物を送るには9時までに出せば当日便で載せれるんですよ。で、送るのは郵便局しかないです。郵便局でチルドも対応してるみたいなんでね、それで送ります。これチルドで送れるんですか？送れます。じゃあ2つお願いします。定期船に乗りたいんですけれども。はい。11時のでよろしくおはい、願いします。お願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。迎えに来てくれて。釣ったらお渡しするってお約束でしたから。約束は守ります。焼いててもこれ皮付きでやる。このまま焼いてください。両面。めっちゃ脂乗ってるんで、これは。頭のところの肉。マジですか？ご飯もらえるんですか？うん、ご飯。じゃあちょっとこれ丼にして昼飯食べようかな。うん、丼にして。食べてないんですよ、昼飯を。中落ちは早く食べないといけないんで、中落ち丼にしよう。なんと寿司酢もいただいたんで酢飯にしていきます。で、焼き海苔をパラパラっと。マグロの中落ちを無造作にのせる。普通の醤油にちょっとだけかき醤油混ぜましょう。で、わさび醤油を作ってささっとかけましょう。はい、キハダマグロの脂のりのりたっぷりマグロ丼です。ではいただきます。すごい、こんなたっぷりのマグロが乗ったマグロ丼初めて食べるかも。じゃあたっぷりのマグロと一緒にいただきます。うまい。うまい。脂がですね、結構乗ってるんですけど程よいです。で、食感なんですけど、やっぱね、釣りたてなんでもちもちしてます。若干こう弾力があります。でも思ってたより全然硬すぎて食べれないってことなくて、これはこれで、美味しいですね。まあカツオの食感がちょっと近いのかな。
マグロってね普通冷凍してあるんですよ、流通してるものって。だからすごく柔らかいじゃないですか。あれとはねもう全然別物。新鮮なマグロってこういう食感なんですね。ごちそうさまでした。よいしょ。はあ、なんかまるで業者やな。よいしょ。はい、どこかで見たことある人が合流です。昨日じゃない、一昨日かな、マグロを釣ってすぐね、報告したらですね、福岡から飛んできてくれました。釣られました。男女群島遠征、2日後 ?3 日後違う、行こうで4日後くらいか。3日4日。いや、まあでもね、あんなの見せられたらね、もう来るしかないですよね。来ますよね。僕もその感じで。まあ僕は今日は編集しながら、オリハンさんの補助をします。僕はもうお腹いっぱいです。いいな。まあとか言って投げるかもしれないけど。投げましょうよ、せっかくね。やばい。めっちゃ群れついてきてましたね。今日はないですね。夜釣りは本当はしたかったですけどね。何狙いたかったんですか？まあやるならそこもの。てかぶっ込み。風が強いな。うわー出た。目の前。着水同時でしたね。マジで。マジか。ゴリハンさん投げてください。投げた方がいいですよ。投げた方がいい。あ、投げてください。どうだろう。20キロぐらい、20、30キロじゃないですか。はい、多分上がりますすぐ。これマグロかな。これマグロかな。あ、マグロだ。でかいわ。ああ、
あかん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 、下入られる。あかん、これ下か。持ってる男は違うね。着水同時でした。なかなか上がんない。空気吸わしたいな。空気吸え、空気吸え、空気吸え。よし、空気吸った。もう一丁、あと2回ぐらいだ。もう一丁。行かせたくないのに。これ以上行かせるか。よし。ほらー。皆さん狙っこっち行ったら引っ掛けてね。行ってからの方がいいと思うんだけど。来たってよ。向こうも来たって。よし、浮いた。いけるいけるいける。よし、浮いた。かけて。いける。よし。せーの。せい。よいしょ。せーの。せい。はい、上がったー。よっしゃー。ありがとうございます。これ引っ張って。これどれ？どっちこれ？目の前まだよ。せーの。せーの。せい。ありがとうございます。おっしゃやったおめでとう。おーすいません、ありがとうございました。ガーって寄って2ジャック3ジャックしたらポコンポコンって言った。3回目で3度目の正直や。やっぱ大食いするんですよね。追い食いした。こっちが32、3キロだって地元の人は言ってました。で、こっちも多分30キロぐらいじゃないですかね。やっぱ一瞬の試合ですね。一瞬こうバッと回ってきて、通りすがって食ったっていう感じですかね。やっぱ音に反応するみたいで、両方ともトップウォーターですね。はい、福岡からね、急遽来てくださったゴリハンさんも見事上げられました。やりましたよ。やりましたね。ブリンブリンのやつを。やりましたね。おめでとうございます。い負けちゃってるからね、まだね。やいやいやいや。よいしょー。うまいですねっていうかマジでさばくの。これでも全然ダメな方ですよ。昼は中落ち丼と釜焼き最高じゃないですか。最高っすね、マジで。そうすると、あ、心臓残ってるじゃないですか。お、心臓食ったら。はい、マグロのね、心臓です。釣った当日しか食べられないんですけど、釣った当日に水につけて血を抜いて、でスライスしてごま油で食べるとね、結構美味しいらしいんで食べてみようと思います。おー、なんかレバー、うん、砂肝っぽいですね。うん、砂肝っぽい。レバーほどね、なんかこう柔らかくはない。じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。僕はね、まずやっぱこの心臓気になるんで、いっときますか。はい、心臓を捧げよう。はい、じゃあごま油と塩でうん、テリンテリン。いいただきます。ただきます。なるほどね。あ、レバーよりもちょっとブリッとしてますね。レバーと鶏の心臓の中間ぐらいかな。うまいですね。うまい。ね、想像以上に美味しいですよ。でまたごま油がね、めっちゃ合う。弁もいきますか。弁もいっちゃいますか。もう白い弁ですね。外国人みたいだね。弁すごいぞ、これなんだ。また全然違いますね。サクッとコリッとしたような。歯切れはいい。確かに。どっちかっていうと牛のホルモンに近いようななんか食感。油結構感じるかな。確かに。
鶏皮、鶏皮もちょっと入ってる感じするな、うん、鶏皮とホルモンと焼いてもうまいと思う多分これ。焼いてもうまいでしょうね、絶対うまいよこれ。いただきます。うまっ。ねっとり。ネギがいいことしてるな。いいことしてる。普段食べてるネギトロとは全然違う食感というか。そうですね。なんかしかもその身自体も生感がすごい。寝かしたらもっとうまいんだろうなこれ。そうね。寝かしたらうまみが出てないね。避けてたばっかりですからねこれ。まだ。じゃあお次は釜焼き。この一番美味しそうな部分、油が滴ってる部分ですね。ほら、ホクホク。いただきます。油がすごい。やっぱでも寝かした方が絶対美味しいですね。油はすごい感じるんですけど、なんかそこに旨味が伴ってないというか、そんな感じ。まあ十分うまいけどね。うまいですけどね。何贅沢を言ってるんだっていう感じですけどね。よし。じゃあお世話になりました。僕行きます。ありがとうございます。ありがとうございました。お世話になりました。また遊びに行きます。ありがとうございました。いやでも本当いろいろサポートしてくれたおかげです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に来てくれて嬉しい。釣り人生最高の日々になりました。ありがとうございます。また動画はいつになるかわかんないけど、ほとぼり冷めてからだな。釣れなくなって完全にもう終わったよっていう連絡があってから動画にしようかなと思ってます。匂わせ割りですけどね。じゃあ僕そろそろ行きます。はい。ありがとうございました。またいつかまたなんか面白い釣りがあったらどっかで会えることを願ってます。また何かあったら来日します。ありがとうございます。もう数日頑張って置いてますので、もっとでっかいの釣れるように頑張ります。ビッグな夢掴んでください。ありがとうございました。じゃあ検討になります。でも悔しいですね。はい、いただきましたよ。ほら、大好き。やちゃん。ビビってるわ。あ、走ってきた。やちゃん。やちゃん、あげようか。いいな、持ちそうやな、明日まで。ハイエナが来た、ハイエナが。ためちゃん、食べる？マグロ。あかん。はい、じゃあね、マグロ料理していこうと思います。なるべくこの空気抜いて保管しておきました。でね、結構日にちが経ってるんで、やっぱこうやって表面色変わってるんで、ここはトリミングしてね食べるっていう感じですね。ほら、本当だ。綺麗なピンクでしょ。これね、背のとこの肉なんですよ。でもこの色、いやこれ絶対美味しいで。寝かすことでね、しっかり油が回ってる感じがします。すごいで、ギトギト。包丁がさ、もうギトッとすんね、ほら。はい、じゃあね、次はちょっと貴重なトロの部分、しっかりねペーパーでドリップをね取りながら寝かしてありました。でねー、黒い。こんな感じです。やっぱでも表面はね色変わってますね。ななちゃん、助けようとしてるわ。猫の手も借りたい。めっちゃ切れるやん、その包丁。ね。おお、すごーい。すごーい。肉みたい。すごい。すごい。霜降り。すごいね。ね。想像以上にすごいね。すごい。
油がギトギトすぎて切りにくい。結構寝かせたからね、完璧な状態にはなってる。でも結構ね、この筋がありますね、このお腹の部分は。これ除去する方法があるのかわかんないけど、ちょっとあんまマグロには詳しくないんで、このままいただきます。トラちゃん、大トロ食べるか？大トロ。そっちじゃどっちやで。美味しいですか？はい、あんまり油取りすぎたらダメなんで終わりです。はい、これはね、マグロの胃袋です。ちょっと時間が経ってるんでね、食べれるかどうか微妙ではあるんですけど、なんかちょっと粘膜みたいなの出てるし。怖っ。いいってなるね。胃だけにな。胃だけにね、胃だけにいいってなるね。ってなるわ、それ。すごあ、ちょっと匂うかな。ちょっと匂う。うん、内側がほんのちょっとなんか生臭さはあるけど、そんなに思ってるほどですよ。結構日にち経ってるけど。でっか。すごい胃袋よね、これ。あ、でもなんかほら見て、ホルモンみたいじゃない？ホルモンみたいな。ね、まあホルモンなんだけどさ。てっちゃんみたいに味付けて焼いたら美味しそうやね。うん、味噌で煮込もうと思うね。ああ、それめっちゃ美美味味しそうや。しそうやろ。なんかコリッとしてる感じやわ、なんか、この切ってる感じが。カリッカリってなんかこう、シャキシャキってなるわ。美味しそうやん、ほら。美味しそうやん。酒を少しだけ入れて、で、胃袋をさっと。はい、一瞬沸騰させたら、ざるにあげる。人参大根はね、そのまま茹でると火が通るのが遅いんで、今日は時短でまずレンジで加熱してからね入れましょう。白だしを少々、酒、みりんで醤油で生姜を入れて、でさっきね湯通ししたもつと一緒に煮込みます。それであとは煮込むだけですね。しばらく煮込みましょう。で、アクが出るんでアクを取り除きながら丁寧に育てます。はい、お次はね、これはマグロの頭の肉なんですよ。なんか頭ね、なかなか持って帰ってこれなかったんだけど、捨てるのもったいなかったからね、ちょっと剥ぎ取ってきました。硬いよ。頭のところ、鱗がないところ。ブヨブヨしてるよね。頭のところの肉はね、ちょっと焼いてみようと思うんですよね。ここだけトリミングして、ほらすごくない？すごいピンク、鮮やかなピンク。本当はね、かぶと焼きみたいにしたかったんですけどね、ほらこんな感じですね。頭のところの肉。肘からかけんでいいの？うん、いいよ。やろうか？いらん。やらんでいい。飛び散る。あ、でもちゃんとかかってる。いい感じや、ほら。ここに当たってさ、いい感じやろ。まあどうせこうやってすり込むんやけどね。でこれでね、ちょっと20分ぐらい置いて、で焼くという感じですね。ほほ肉ですね。マグロのほほ肉でございます。ね、結構弾力がある感じの肉やと思う。本当やね。でこれもシンプルに塩コショウをまぶして焼きましょう。これはさ、フライパンで焼いてみようかな。今回はね、シンプルにマグロを味わいたいんでね、あんまり味は濃くしないでおきましょう。うまそう。いくぜ。こんなもんですか？一緒に握るんか。そうか。うりうり。ひゅっひゅっ。はい、お待ち。大きいかな。ご飯多いが。今お腹減ってるからな。ご飯多めや。長芋をすります。すり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 。そしたら長芋に少しだけ白だし。はい、では熱々ご飯にさっき吸った長芋をかけまして、でマグロのね切れ端ですね。切れ端をたっぷり豪華にトロの部分も含めてね乗せていきます。きた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 。
来た人を踏み台にして。俺を踏み台にした。わさび醤油をかけましょう。刻み海苔をかけまして、刻み大葉を仕上げにかければ。うわ、めっちゃ美味しそう。はい、じゃあいただきましょう。はい、お待たせしました。いただきいただきま。ますす。マグロ尽くし。マグロ三昧。じゃあまずは山かけ丼からいく？うん、行きましょう。はい。じゃあまずは山かけ丼からいただいていこうと思います。もうめちゃくちゃ美味しい。これはうまいな。うん。店出せるわこれ。やっぱ油の乗りとほどほどでいいね。うん。全然魚臭くない。うん。生臭くない。めちゃくちゃ美味しいこれ。これとろろがな甘いね。すごい。とろろこれ甘いね。ね、すごい美味しいこれ。いつもどのマグロ食べてるのか知らんけど、お店で食べるのと同じぐらい美味しいわ。うん。本当よね。うん。こっち側がトロで、こっち側が背の部分よね。うん。そんなにね大きく差はないかもしれへんっていうぐらいどっちも油乗ってるけどね。じゃあトロからいってみましょう。トロトロチュンチュンチュンチュ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 。すごい油が浮く。油すごい。ジュワーってなる。美味しい？うん。うわすごいこれ。ジュワーってなるわ。とろける。うん。口の中でとろける。うん。溶けてく。じゃあ大トロ部分いただきます。うん。すごい油やね。ね。噛まなくていいって言うと大げさやけど溶けていくね。うん。でもちょっと筋が気になるね。あ、本当。うん、私ちょうどないところやったのかな。なんか筋はありますね。美味しい。すごいね。なんかね、キハダマグロってちょっとその水っぽくてあんま美味しくないって言われてるんよ。全然そんなことないよね。普通多分こんなに油乗ってないと思うよ、キハダマグロって。おデブちゃんだったのかな。この時期と、水温が低いこの時期とやっぱ食べてる餌がいいんやろね。めっちゃ美味しい。このじゃあ胃袋いく？胃袋の煮込み。ちょっと胃袋の煮込み。これちょっとね危険な匂いもしますけどね。いただいてみます。はい、じゃあね、前にね新島で視聴者さんにもらった島唐辛子の一味。これをねささっとかけまして。入れたらすごいごっつ辛いでこれ。よし、じゃあいただいてみましょう。いただいてみましょう。胃袋いただきます。すごい弾力。コリコリ系やね。でも全然臭くはないね。あ、美味しいやん。味噌の加減と甘さと、想像以上に歯ごたえがあるわ。牛のそのホルモンのなんかの味に似てるんやけどな。食感に似てるんやけど噛み切れないっていうあれではないよね。なんか弾力のあるこうコリッとした感じよね。タイヤタイヤは切れないなきっと。めっちゃまずそうに表現するな。硬さ度数で言ったらタイヤかなって思ったんやんか。まあ硬さだけやね。味が言わんとしてることはわかるけど。お寿司食べますか？は島唐辛子にやられてる。島唐辛子これほんまに辛いな。パンチあるわ。はい、お寿司の前にねお酒いただこうと思います。これね、岐阜県のお酒で名古屋フィッシングショー行った時にいただいたね、お酒ですね、大吟醸ですね。いただきます。
うまそう。じゃあお寿司なんで手でねいきましょう。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。シャリがやっぱりちょっとねちゃっとしてるね。お寿司屋さんのお寿司ってすごいな。すごいよ。これなんかねちゃっとしてなんかなんやろ、なんかべちゃべちゃのおにぎりみたいになってるやろ。これはだからお米炊く段階から、もうだって全部の指にくっついたよ。こんなことある？全部の指にくっついたよ。まあでも美味しいなやっぱり。酢飯にするとさっぱり食べれていいね。うん。ご飯の量が多いな。ご飯の量が多いですね。うん。はい、じゃあお寿司食べながら日本酒いただきます。あーうまい。うまいわ。飲むか？うん。あー美味しい。しみるな。美味しい。じゃあね、ほほ肉いただこうかな。何種類やんねん。いっぱいやんこれはマグロ尽くしやからね。いっぱいですね。じゃあちょっとレモンを絞って。いただきます。ただきます。うん。美味しいなこれも。美味しいな。うん。思ってるより柔らかいな。でもやっぱほほ肉っていうか顔の肉やからこうなんかホロホロっと崩れるような感じやね。うん。なんかねパサパサしないね。パサパサしないよね。みずみずしいよねすごく。やっぱほほ肉はちょっとこうちょっとだけこう弾力があるっていうかちょっと硬いっていう表現は硬いっていう表現だよね。ほんのちょっとやけどね。歯応えあるよ。美味しい。プリッとしてるね。プリッとしてる。マグロの頭のなんかこの辺頭頂部ら辺というかこの辺の肉や。ほろっと崩れんね。これはちょっと中の方もしかして醤油かけた方が美味しいかもしれんけど。いただきます。いただきます。油すごいな。こっちはなんかほほ肉ほどまとまりがないな。ほろほろっと崩れてなんか一つ一つがじゅわーっと油を含んでる感じだね。そうそうそう。噛んだら一口ずつじゅわじゅわって出てくるわ。すごい油。すごいねこれ。生臭さはないね。これ美味しいけどお腹いっぱいになってきた。これ美味しい。これ最初の方がいいやつやね。これ美味しいけど。すごい美味しいな。でもこのね油をこう油でまったりした口をねこう日本酒でさらっと流すといいよ。なんかやっぱでも一番最初に食べたのが山かけ丼やったからさ、山かけ丼の感動が大きいね。が一番美味しく感じた。美味しく感じたよね。お腹が減ってたからかな。あれめっちゃ美味しかったね。めっちゃ美味しかったよな。もう速攻なくなったもんね。私全部食べてしまったもん。だって俺ご飯これ 1.5 ぐらい入れてたけど一瞬でなもうほぼなくなったもんな。あと一口残りぐらいまでなくなったもんな。いやあれ感動すごかったな。お腹いっぱいや。だいぶお腹いっぱい。もうしばらくマグロいいって感じやね。半年分くらい食べたな。ね。では、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。にょーにょん。にょ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 ん。にょにょ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 にょにょん。にゃーにゃん。にゃーにゃん。フィロフィロしてる。かわいいなあんたは。フィロフィロしてくれんの。ありがとう。